はいどうも、料理に VTuber の高見人でございます。ということでね、今回のテーマの方はこちら。はい、ソースアメリケーヌでございます。で、こちらなんですけどもね、以前やりましたこちら、せーの、ドン。はい、フォンドオマール。こちらをね、使って、こう仕上げていきます。で、その時に、ソースと合わせるというところで、今回は今がね、旬のケンサキイカを使わせていただきます。で、料理名としては、カラマルラメリケーヌっていう、伝統的な料理にはなるんですけども、今回ちょっとやるのは、伝統的な作り方ではなくて、ちょっとイカのね、火入れの方はちょっと現代的にして、で、アメリケーヌは、古典的な作り方をご紹介していくっていうところになります。で、こちらのね、フォンドオマールの方でお見せしました、コラユとトマレイですね。こちらの方をブルードコラユに、今回はね、仕上げていきまして、前回作ったフォンと、前回取っておいた、コラユとトマレイ。それらがね、今回一つの料理として戻ってくるっていうようなところをお見せしたいなと思います。それじゃあね、早速、作り方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、では材料の紹介です。こちら、フォンドオマールになりますね。で、こちらがケンサキイカ。もうすでにさばいたものになります。後ほどね、さばき方お見せします。こちらのね、やや黄色みがかってるのがエンペラのところですね。で、こちらが身の方という形ですね。で、こちら、冷凍のね、コライユとトマレイですね。で、それに分量に合わせたバターご用意してます。で、こちら、生クリーム、今回ちょっと使います。で、こちら、トマトペーストですね。で、こちら、コニャックと、あと、白ワイン。で、エシャロット、玉ねぎですね。で、ニンニク、ローリエ、タイム、ご用意ください。で、こちらね、板パセになります。では、イカの方ね、頭の方をスッとね、軽く切れ目を入れて、で、指でね、スッて、やりますと、こういった骨の部分が出てきます。で、ここはね、身と足のところを取ってあげて、で、まず、ここのね、内側についている綿、取っちゃいます。こんな感じですね。で、まずね、口の下ぐらいのところでカットしてあげて、で、頭の上取ってあげて、で、ここの真ん中はもうね、処分の方にしちゃいます。で、足の方はだいたい同じぐらいの長さに均等に合わせていただいて、で、それを足の方をまずしっかり塩で揉んでいきます。もうここはもうしっかり揉んじゃってください。で、一度洗い流します。この時もね、よく揉みながらすすいでいただいて、またね、さらに塩で揉んでいきます。ここでね、しっかり、揉んでですね、ぬめりを取ってあげてください。こんな感じでね、かなり泡立ってくると思います。で、こんな感じでね、透き通った綺麗な色になってきますので、必ずね、この作業はしてあげてください。で、身の方も同じく、こうね、海水を作ってあげて、で、こんな感じでエンペラをまず取っていきます。ちょっと見えづらいんでね、申し訳ないなとは思うんですけども、こう引っ張るとね、簡単に取れますので、で、そうしましたら、こちらのね、皮の方も指でね、入れていくと簡単にスーッと取れていきます。で、内側ですね、内側の薄い膜も根気よく取ってあげてください。で、この時ね、しっかりアニサキスのチェックなんかもしていただけるといいですね。で、こんな感じで仕上げていただければ。で、エンペラもこんな感じで薄皮をきれいに取ってあげてください。で、硬いところ取っていきます。指でですね、触って硬いところがあれば、そこは弾いていきます。こんな感じですね。で、ここにもね、軟骨がありますので、取ってあげてください。
で、その内側の方に今からこうやって切れ込みを入れていきます。格子状にしてあげれば OK ですね。で、こんな感じでやっていただければ OK です。では、それをですね、さらにカットしていくんですけども、まず上の三角形のところをカットしてあげて、で、さらにそこを三角形、全体的にこう三角形でね、まとめていただければ OK です。エンペラの方は薄すぎるところはですね、ちょっとカットしてあげて、整えてあげて、で、軽くね、切れ込みを入れてあげて、で、仕上げていただければ OK ですね。で、コラー油とトマレですね。さすがにやっぱり冷凍してますので、ドリップが出てきます。ですので、ここで一回ペーパーでしっかり水分まず拭ってあげてください。フレッシュですとね、本当に軽くでいいんですけども、こちらのね、冷凍した場合のものに関しましてはしっかり水分取ってあげてください。で、取りましたらそれを裏ごししていきます。コラー油はね、そこまで膜はないんですけども、トマレイの方が結構細かい筋とかがありますので、ここでしっかりね、裏ごししてあげることが非常に重要になってきます。で、こんな感じで仕上げていただければ OK ですね。で、ここからバターと合わせていきます。ポマード状にしたバターですね。ここに少しずつ加えていきます。一気には入れないでください。少しずつ合わせていくことが重要ですね。で、できるだけですね、この時に、ホイッパーじゃなくてゴムベラで合わせてあげた方がいいですね。で、こんな感じに仕上げていただければ OK です。こんな感じですね。で、それをこんな感じでね、ポットの中に入れていただいて、で、落としラップをして冷蔵庫でよく冷やしておきます。で、玉ねぎの方はスライスで大丈夫です。で、エシャロットも同じくスライスで OK です。ニンニクは潰しで OK です。ではね、そのニンニクの方を油でね、香りが出るところまでまずやってあげて、そこからエシャロット、玉ねぎ入れてあげまして、で、しんなりするまで炒めていきます。で、そうしましたら、ここでトマトペーストを入れてあげてください。で、それをよーく合わせて、で、ここでね、しっかりトマトペーストを炒めていきます。ここで、トマトペーストが持ってる、酸味ですね。ここで軽く飛ばしていきます。で、コニャック。で、白ワインを入れて、しっかりね、詰めていきます。で、しっかりね、水分飛ばしてきましたら、そこにフォンドマールを入れていきましょう。で、タイム、ローリエを入れて、で、ここからしっかり詰めていきます。途中でね、油とかアクが出てきますので、そこはしっかり取ってあげてください。ではね、ここから煮詰めていきます。だいたい半分ぐらいまで煮詰めたところですね。ここで一旦こします。塩でこしていただきまして、でね、見えやすいちょっと鍋に変えさせていただきました。で、ここで一旦ちょっと味を確認します。で、まだちょっと薄いなと感じましたので、ここからさらにね、詰めていきます。だいたいそこからさらにね、半分ぐらい詰めたところで味を確認します。この時にですね、結構濃いなっていうところまでいっちゃって OK です。で、そこで生を入れていきます。生クリームを入れて、で、ここで沸かします。と言っても、強火で沸かすというよりかは、少し気持ち煮詰めるようなイメージですね。で、そこで味を見ていただいて、で、さらにそこに、
ブールドコライを入れていきます。で、ここでね、モンテ、してあげて、味を見ます。心の声が出ちゃいましたね。では、こんな感じで濃度の方は合わせていただければ OK です。ではね、イカの方仕上げていきましょう。こちらはまずね、足の方から強火でさっと炒めていきます。で、ここでね、塩と胡椒を振っていきます。こんな感じですね。しっかり炒めてあげてください。そして身の方ですね。両面強火でさっとで大丈夫です。ここは強火でさっといってあげてください。こんな感じですね。ではドレスです。もうね、ここはアメリケーヌケチる理由は一切ありません。もうガツガツいっちゃいます。では実食です。ではいただきます。まあうまいよね。柔らかいしうまい。そしてこのもう濃厚なもうこのアメリケーヌ最高っすよね。もう最高ですね。こちらのねアメリカンソースなんですけども、ぐっと煮詰めて、でここでね絶対に日和らないでぐっと煮詰めて、でそこから生クリームを入れて、でこのね生クリームの乳臭さを消して、で仕上げていくっていうところで、この濃厚な味わいをねぜひ楽しんでいただきたいっていうのと、あとコライ油ですよね。コライ油とトマレイに関しましては、できる限り、フレッシュの方がいいんですけどね、今回はちょっと一つのね参考として、実際に冷凍のオマールから半解凍で、こうやらせて、いただきました。ブールね、ブールドコライユっていう形で、作って、でモンテするところもお見せしたってところなんですけども、できる限りフレッシュのものの方がいいですよね。ですけども、この圧倒的な濃厚さにさらにそこにコライユの深みっていうのが加わるので、最高のソースになりますね。ぜひお試しください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ソースアメリケーヌでございました。ここからはね、専門的なところをご解説させていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。でね、今回、作りましたね、ソースアメリケーヌについて少しね、ちょっと整理していこうかなと思います。で、アメリケーヌっていうと、エビとかですね、オマールを使ったクリーム系のね、オレンジ色のソースっていうイメージ持ってる方多いかなと思います。ただ、本来の骨格はもう少しちょっと複雑になってくるんですよね。で、古典的なアメリケーヌは、オマールド・アラメケーヌっていうですね、オマール料理の調理から得られるソースが原型なんですよね。つまり、料理から、作られるソースっていうようなイメージなんですよね。まず、甲殻類を調理して、そこに、香味野菜ですよね。トマト、こんにゃく、白ワイン、加えていって、甲殻類の旨味を含んだ、調味液
ですよね。まあその作られていく煮込み液ですよね。そこからまあソースとして仕上げていくっていうようなところですね。ですので、そこにですね、生クリームが入ってるからアメリカになるっていうわけではないんですよね。当然ですね、クリームを使わない仕立てもありますし、料理によってはクリームを加えたりっていうところで丸みを持たせる仕立てもあります。で、今回はその後者の方のまあ、生クリームを入れるパターンっていう形で、見ていただければ OK です。はい。そしてまあ、前回作ったフォンドオマールと今回作ったソースアメリケーヌ。まあ、何が違うんでしょうかっていうところで、まあ当然ね、もう映像を見ていただければ、まあなるほど納得っていうところではあると思うんですけども、まずね、おさらいとして、フォンは料理を作るためのベースであるっていうところですよね。素材からこう旨味や香りですよね、抽出していって、そこからいろいろな料理に展開していく。で、一方ね、そのソースっていうのはそのフォンを使いながら、まあ、塩味だったり酸味、香り、脂肪分、濃度、まあ、アルコールだったりトマト、もろもろですね、そういったものを組み合わせていって、その料理に合わせた完成形まで持っていったものっていうことですよね。ですので、フォンをただ煮詰めればソースになるっていうほどまあ、単純ではないっていうことなんですよ。ですので、まあ、前回が抽出だとすれば、今回は構築になるっていうところですね。ここがフランス料理の面白いところですよね。はい、ではね、コラユの話ですね。まあ、前回ね、コラユとトマレイの方を、まあ、本の方には入れませんでした。で、今回ね、なぜ、まあ、入れていくかっていうところに、ブールドコラユとして仕上げで使うことでですね、甲殻類の、まあ、香りですね。そして、圧倒的なコクですよね。そして色、ソースの一体感ですよね。これをまあ加えることができますよっていうところですね。で、フランス料理はですね、まあ旨味があるからといって全ての素材を最初から同じようにもう一つの鍋に入れて、ぐつぐつ煮込むというような考え方だけではないっていうことなんですよ。素材ごとに分けてその役割を分けてですね、最も効果的なタイミングで、こう最後の一皿として、再構築していく。まあ今回のコラユとトマレイはその分かりやすい例じゃないかなと思っております。で、このね、ブールドコラユなんですけども、まあ、ちょっとすいませんね。ここは本当に理想を言わせていただくと、できればもうフレッシュの方がいいです。これはですね、もう本当にそうなんですけども、保存状態はね、今回かなり気をつけてはいます。それでも、かなりね、いい処理をしたとしてもですね、甲殻類特有のちょっと強い香りが前に出てしまうことがあるんですよね。で、それがあるので、まあ、もしね、まあ、トマレイとか、コライを一度ね、まあ、ああいう形で冷凍してしまう場合は、まずしっかりね、脱水してあげて、で、まあ、ブールドコライ作っていただいた時にですね、加える時、少しずつ加えていってください。私はもう慣れてるので、だいたいこれぐらいでパーンって入れちゃうんですけども、最初はちょっとおっかなびっくりでちょっと入れていただいて、香りの確認をしてください。味を見ながら、入れていって、で、まあ、ここら辺で、しっかりコクが出たな、香りもここら辺だなっていうところになっていただいたら、まあ、別途ね、バターの方でモンテしていただくなんてやり方で OK かなと思います。で、まあ、結構ですね、突き詰めた、まあ、ガストロノミーの話になってくると、もう、まあ、レストランとかになって、まあ、高級レストランとかになってくると、基本的に冷凍使わないですよね。フレッシュの、まあ、コラユか、トマレイ使う。まあ、場合によってはもう本当に、まあ、コラユのみで使っていくっていうところがほとんどになってきますね。ですので、やっぱり、ちょっとね、やっぱり冷凍一回ね、ドリップ出てしまうと、そこだけがちょっと弱点だったりはしますよね。はい。ただ、圧倒的なコクが出るのは、それは間違いないので、ご安心ください。はい。で、その時にですね、まあ、今回は、お見せしてはいないんですけども、まあ、白ワイン今回使っていますけども、そういう時にノイリープラットをですね、まあ、ドライベルモットなんかを私なんかは、冷凍の、このね、まあ、ブールドコラユ作る時に冷凍を使う場合は、ドライベルモットなんかを使って、ソースの時にですね、まあ、構築段階で、放り込んで、まあ、ちょっとね、香草とかスパイスの複雑な香りをこう入れていって、このね、まあ、その甲殻類独特の香りっていうのを抑えるっていう方向を持っていったりとかはしてますね。はい。ただ、
気をつけていただきたいのは、ノイリープラットを入れれば臭みが消えるっていうわけではないので、その点だけご注意ください。ここはもうマスキング的にちょっとプラスアルファでやっているってところですね。ここは、人によっては、ドライベルモットじゃなくて、他のお酒私は使いますよ、みたいな方も必ずいると思いますので、ここはですね、いろいろ取捨選択していただければなと思います。はい。こういったね、お酒の選択もソース設計の、一つだったりしてね、結構面白いところだったりはします。はい。はい、次にですね、イカのところですね、今回、クラシックな作り方になってくると、イカは基本的にこう煮込んで使うんですよね。カルマル・アラ・メルケーヌっていう、伝統料理があるんですけども、そちらの場合は基本的にこうね、しっかり煮込む作り方になります。ただ今回は、このね、ケンサキイカに関しましては、私は煮込みじゃなくて、ソテーで、もう強火でさっとやらせていただきました。で、せっかくですね、柔らかい、ケンサキイカ、フレッシュの、ケンサキイカ、甘みがあってですね、柔らかいものですので、そこの特徴をどうしても活かしたいっていうところで、で、松笠切りにして、短時間でね、強火でパッと炒めていただいて、で、完成したソースと最後に合わせていくっていうような作り方に今回はさせていただきました。ですので、素材の火入れは現代的なやり方ですけども、料理の、ソース自体は古典的な作り方っていうところですね。で、今使っている素材をどうすれば一番活かせるかっていうところで、今回はね、この火入れを使わせていただきました。はい。で、処理のところですよね。あと、ここの処理のところで言うと、銅のところをね、ズバッと開いていただいて、で、内側にね、松笠の、切れ目を入れていきます。で、ここはですね、もう、浅く、包丁を入れていっていただいて、三角形にね、切り分けていきます。で、この切り方自体は、現代のフランス料理なんかでも、イカの調理に使われている方法だったりとかはするんですけども、フライパンをね、しっかり、熱してあげて、で、油入れた後に、松笠の面の方から、強火で短時間で、炒めてあげてください。で、切れ目がね、開いて、身がね、若干反り返ってきたら、反対側もごく短時間でっていうところですね。これがですね、本当にですね、もう、この松笠にして、このね、アメリケーヌがもう絡んで、もう、離さないよっていうね、この、組み合わせがね、本当に大好きですね。はい。はい、以上がね、ソースアメリケーヌのご紹介でございました。これでね、もうこのね、アメリケーヌをやりましたねっていうところで、うちのリスナーさんたちはもう本当にね、よく知ってる方々多いので、ということは来るね、オマールブルーってなんてね、思ってるんじゃないかなと思うんですけども、いつかやります。さすがにね、ちょっとオマールブルーすごい値段するので、今ね、ちょっと勘弁していただきたいなと思うんですけども、チャンネルがね、しっかり、地盤ができてきたら、皆さんにね、オマールブルーの、調理の仕方とか、さばき方、フレッシュでね、当然お見せしますので、その時の、フレッシュのコラー油の状態だったりとか、トマレイの状態っていうのもしっかり見せていきたいなと思っておりますので、そこもね、ぜひ、将来的に楽しみにしていただければなと思っております。そしてね、いつもハイプでの応援、熱いメッセージ、そしてチャンネル登録、高評価、いつもね、ありがとうございます。どんどんね、皆さんのね、熱いね、メッセージを読ませていただいて、できるだけね、簡単なところから難しいところまで答えられるように、できるだけコメントは返していきたいなと思いますので、本当に料理っていうのは、私も本当に修行時代からそうだったんですけども、なんてことないなぜをですね、ずっと疑問に思っていて、それをどこまで解決するかによって、最終的にそれがどんどん点から線につながっていって、それが料理に反映してくるっていうところがあるので、せっかくなので、こういうね、場があるっていうところで、ぜひぜひね、質問なんかしていただいて結構ですので、何でもいいので質問してみてください。それが、料理上達の第一歩であることは間違いありませんのでね、お気軽にご質問いただければと思います。それじゃあね、また次の料理でお会いしましょう。またね。バイバイ。